ゴロゴロ旅です。エストニアといえば世界でも有数の電子国家。ところが首都タリンの旧市街に入ると景色は一変。石畳、城壁、塔、そして何百年も使われてきた建物。今日はこの中世が残る街を実際に50代60代が歩きながら見ていきます。タリンは中世後期、北ドイツやバルト海沿岸の都市を中心とするハンザ同盟の交易によって栄えた都市です。その繁栄した町を守るため、タリンでは13世紀後半から城壁が築かれ始め、14世紀には今のようになったと言われています。現在でも約 1.9 キロの城壁と26の塔が残っています。意外ですが、タリンがハンザ交易で栄えていた頃、対岸のフィンランド・ヘルシンキはまだ都市として存在してなかったんですよ。そしてこの城壁の内側にもさらに町を分ける壁がありました。タリンは支配者たちが暮らす山の手と商人や職人たちが暮らす下町という性格の異なる2つの社会で成り立っていたのです。その山の手エリアをトームペアといい、城があって貴族聖職者が住む支配者の町でした。そしてその山の手と下町を結ぶ小さい通路も後で通ります。まずは支配者エリアのトームペアの展望台から町を見てみましょう。展望台も2つあって、町全体と町が近く見える展望台2つありますので、ぜひ見比べてください。パットクリ展望台です。旧市街の北側を広く見渡せる場所です。赤い屋根の向こうには城壁といくつもの塔、さらにその先にはバルト海のフィンランド湾まで見渡せます。こうして上から見ると、タリンが海と深く結びついて発展してきた町だということがよくわかります。中世にはこの海を通って北欧や西ヨーロッパ、そしてロシア方面を結ぶ船が行き交い、タリンは重要な交易都市として栄えました。この小さな港町に大きな富が集まり、商人の家、倉庫、ギルド会館、そして町を守る城壁が築かれていったのです。ひときわ高く見えるのが聖オラフ教会の塔です。海からタリンへやってくる船乗りたちがこの高い塔を目印にしてきました。私がフェリーに乗ってきた時もこれが見えましたね。いい景色だね。この時は9時前。実は私たち前日も来ていたんですが、ちょうど観光客やツアー客が増える11時頃から2時頃までの間はここも混み込み。空いてる時に来れるといいですね。ここから歩いて 4,5 分のもう一つの展望台に向かいます。そちらからは下町がより近く見えるんですよ。この朝9時頃に観光すると、全てのお店が開いているわけではないので、ちょっと寂しいとも言えるけれども、人が少なくてより中世の感じがね、こうひしひしとするということもあります。そして別の話ですけれども、足元見てください。これはね、石畳ですけれども、他のヨーロッパの都市よりもゴツゴツしていて、結構足元が危ないです。夫に地図を持たせたらやっぱり反対方向行ってました。私がカメラとスマホ2台持ちで頑張ります。先ほども言いましたが、タリンの石畳はかなりデコボコしています。
右側の大きなタイルの方は割にスーツケースを引きやすいようにはなっているけれども、他のヨーロッパの街に比べてもやっぱりこのスーツケースの移動ができにくい旧市街なのかなと感じました。コフトウッツァ展望台です。旧市街の下町が間近に見えます。先ほどの展望台との違いがお分かりでしょうか。こちらの方が幾分低いように感じます。どちらの景色がお好みでしょうか。できれば2つとも見たいですよね。2つとも歩いて5分と離れていないので、本当に2つとも見る方がいいですよね。昨日も来たんですけれども、お昼と夜に来たんですけれども、両方とも良かったです。夜8時でも夕焼けが綺麗でした。この美しい街並みを作った富はハンザ同盟の交易によるものなのですが、ハンザ同盟を担っていたのはもともとこの土地で暮らしていたエストニア人ではなく、ドイツ語を話す商人たちでした。ドイツ系の商人、騎士、聖職者などがバルト地域へ進出し、その子孫が現地に定着しました。ハンザの商人、大ギルドなど都市の上層部にドイツ語系住民が多かったことが重要なんです。周辺の農村ではもともとの地元のエストニア語を話す住民が多数でしたけれども、都市の商業や政治ではドイツ語系のエリートが長く強く影響力を持ちました。この子はカモメです。カモメと、ウミネコの違いは非常に形も似てるんですが、ウミネコはほとんど鷹みたいとかそういう顔をしていますが、この子はカモメは可愛い顔をしています。くちばしがね、あと目がなんていうの、銅菌類っていうんですか、ウミネコの方は。嫌がることやめた方がいいよ。この子はカモメは可愛いクリクリっとした目をしています。その違いです。私は分かるようになりました。ヘルシンキからのフェリーが見えますね。日帰りでタリンに訪れる方も多いようです。そろそろお土産屋さんも店を開き出したようです。朝8時台なので人がいなくてね、もう中性感もバッチリですね。本来ならば、人がたくさんいます。実はね、昨日もお昼に撮影したんですが、ちょうどねヘルシンキからのフェリーが到着する時刻で、ツアー客の方がとてもたくさんいて、それにもう要所要所でぶつかってしまって、撮影がねなかなかうまくいかなかったんですよ。なので今日来てるんですけれども、本来はもう少したくさん人がいて、お店もバーッと開いています。こちらはトームペア城。中世からこの高台の政治の中心で、現在はエストニア国会議事堂として使われています。ピンクの正面部分は18世紀後半、ロシア帝国時代に宮殿風に整えられました。そしてその真正面に立つのがアレクサンドロ・ネフスキー大聖堂です。1900年、エストニアがロシア帝国の支配下にあった時代に完成したロシア正教会です。これほど大きな教会を政治の中心であるトームペア城の正面に建てたのは、単なる宗教施設というだけではなく、ロシア帝国の存在と支配を強く印象づける政治的な意味もありました。この教会の中に入ってきました。もちろん帽子を脱いでカメラの撮影もせずに見てきましたけれども、中で礼拝が行われていて、もうちょっとありえないぐらい異世界な感じでした。で、ロシア系の方だと思う女性たちが
10人ほどと奥の方でね礼拝がありました。なんかここでね、今ロシア系の住民の方はエストニアで2割ぐらいということですけれども、20% もいらっしゃるんですよね。だから元ソ連だった時のお立場と今のねお立場とねこう複雑だけれども、この教会に通ってるのかなと。これ以上のことは私も全然詳しくないのでわからないんですけれども、祈りを捧げていらっしゃいました。ガイドさんがいなくてもね、こういう説明があればこれを写メしてですね、AI に聞くといろいろ分かります。スマートフォンと通信があれば現地でその実物を見て、写真を撮ってそれを AI に上げるとこのように詳しく教えてくれますので、非常に旅行が、豊かになるのではないでしょうか。タリン聖母マリア大聖堂、貴族や聖職者などの支配者層が暮らす高台にある教会ですので、長くバルトドイツ系の貴族たちと深く結びつき、内部には今も数多くの貴族の紋章が残されているそうです。支配者層と商人たちの、町がね分かれてたっていうね区画があって、この門とかね塀でね囲われてたっていうのは強烈ですよね。ここがその通用門だったらしいんですよね。ここは短い足の門。今では同じタリンの旧市街ですが、中世には高台のトームベアと商人たちの下町は別々に統治されていました。この門はその境界で人の出入りを管理するだけでなく、もしトームペアが敵に占領された場合には下町側から門を閉じて侵入を防ぐ役割もありました。今私たちが立っているのは山手側です。これを降りていくと下町になります。この通路には厚い木の扉や上から下に下ろしてバーンとこう通路を塞いじゃうような格子、そして扉を内側から固定する太い横木があり、かなり厳重に守られています。これね、面白いのは同じ旧市街にあるトームベアと下町が当時はもう別々の町のような関係で互いに警戒し合ってたそうなんですよね。でこの門は下町側が管理していたということです。この門が閉まってる時は出入りができなかったんですね。大きい門。さあ、ようこそ下町へ。この坂道の石畳がまたつるつる滑りますので気をつけてくださいね。左側のこの大きいタイルの方を歩いた方がいいですよね。短い足の門の近くのこの白い門を通ると城壁が見えます。こちらは下町側から見た城壁で、山手側のトームペアと隔てた壁です。上には兵士が巡回する木造の通路があり、その下にはアーチ状のくぼみが連なっています。山手のトームペアと下町がこんな風にしっかり区切られていたんですね。この城壁の下にあるこのくぼみはなぜあるのかなと思って AI に聞いてみましたら、その役割は城壁を全面びっしり石で埋めることをせずに、この石材を節約しながら上部の荷重をアーチで受けることだそうです。
上には兵士が歩く防衛通路があるので、その重さを支えつつ内側をこうしてえぐることで材料を減らしているんですって。この鳥がウミネコです。ちょっとね今足をしまってますけど、目を見たらね、さっきのカモメちゃんに比べてちょっと厳しい、なんかたかって言ったら変ですけど銅筋類っていうんですか、ああいう顔してますでしょ。くちばしにこの赤い口紅つけてるんですよ、こっちの方がね。でこれがニャーニャー鳴くらしいです。なので私が、エアビーの宿から聞いているのは、この方が騒いでいるのだと思います。ほんとよく似てて大きさも同じだからね分かりにくいんですけれども、あと幼い鳥、幼鳥っていうんですかね、それだとカモメだとカモメっぽくなかったりするんですけれども、それはまだ子供だからグレーだったりするらしいです。怖くて近づきがたいよね、こっちにはウミネコは。お昼にはここでお土産屋さんが、何か売っていましたので、昔はねこんな感じで、さあさあいらっしゃい、何売ってくれるんですか。方向音痴になれる薬だよ方向音痴になれる薬を売っているよ、なかなかないよ。ここなんか開けていいの？中に入れとけるのね。ほうほうほう、面白いね。ここにねコーヒー何かお土産売ってましたね。ラエコヤプラッツにやってきました。中世には市場や商取引が行われ、半座商人たちが暮らす下町の自治の中心でもありました。今では周囲にレストランやカフェが並ぶタリン旧市街の観光の中心です。冬にはここにクリスマスマーケットが開かれ、大きなツリーが飾られるそうです。広場に面して立つ大きな建物がタリン市庁舎です。15世紀の初めに現在の姿となりました。そして壁から飛び出している緑色の竜、単なる装飾ではなく、口から雨水を遠くへ流して石造りの壁を守る仕組みだそうです。もう歩いていてまさに中世の街という感じ。そろそろ中世の薬局のお店が開くようです。それって何って感じでしょう。この広場の一角にあるのが市庁舎薬局ライアプティーク。1422年にはすでに営業していた記録があり、現在も薬を買える現役の薬局です。私もねちょっと買いたいものがあるんですよね。持ってきた固形石鹸がちっちゃくなってしまって、しかもヨーロッパの乾燥でちょっと肌が荒れているので、それに合った石鹸をおすすめしてもらいました。このゴートミルクソープ、ヤギのミルクの石鹸でセンシティブな肌に良いそうです。ヤギのミルクということで香りが気になると言ったら試させてくださいました。その他カウンターの上にはこの薬局オリジナルのシロップやお菓子が並んでいます。オレンジ色の丸いものはサジーの万能軟膏。値段が明記されてサンプルもあるのがいいですね。観光客も多いのですが、本当に薬を求めて買いに来るお客さんもいます。薬棚の引き出しには薬草や生薬が種類ごとに収められています。薬局の奥には昔の薬作りを伝える小さな展示室があります。中世のヨーロッパでは今のような薬はありません。薬草をはじめ
木の根や樹皮、花、種、香辛料などをすりつぶしたり煎じたり酒につけたりして薬を作っていました。薬局は薬を売るだけではなく薬を調合する場所でもありました。ここには当時使われた薬瓶やはかり、調合器具などが展示され、600年以上続くライアプテークの歴史を見ることができます。聖ニコラス教会、こちらは13世紀に建てられた商人と船乗りの守護聖人を祀り、半座交易で栄えた商人たちの富を今に伝える教会です。現在は博物館となり、中世の貴重な宗教美術が展示されています。この入場料には展望台へのエレベーターの料金も含まれていますので、入場料にはエレベーターで上がれる塔の展望台の料金も含まれていますので、階段で上がるのが大変な方にはおすすめです。有名な中世絵画死の舞踏を見ることもできます。身分や貧富に関係なく誰にでも死は訪れるという中世の死生観を描いた作品です。今回のタリン滞在では中世の宗教よりも町を繁栄させた半座同盟に興味があったので、今回はここでは入場せずに大ギルド会館で半座同盟に関する資料を見ることにしました。その大ギルド会館の前にあるのがタリン一古いエレガントなカフェ。入らないわけないでしょう。佇まいも昔のまま。昔は私のような庶民は入れなかったんでしょうね。隣は聖霊教会、旧市街に残る中世の教会で、そして横が大ギルド会館。ショーウィンドウにあるのがカップやスプーンで作られた観覧車。マイヤスモックの名物だそうです。午前中だったためかそんなに混んではいませんね。カフェは3ユーロから4ユーロ。カフェの横の部屋では職人がマジパンを一つ一つ彩色し、手作りのスイーツやチョコレートも販売されています。マジパンはアーモンドと砂糖で作られるお菓子。しかし中世の人々は砂糖とアーモンドには体を癒す力があると信じ、マジパンを薬として扱っていました。先ほど言った旧市庁舎の薬局でマジパンは生まれたとも言われています。かつて薬だった甘い味が今はこの歴史あるカフェで色鮮やかな芸術品になっています。2階にはこんな素敵なお席が空いていました。こちらはテーブル会計になっていて、もしかしたら少し高いのかもしれませんけれども、素敵ですよね。その他広々としたサロンやベランダのお席もありました。ちょっとね、このお部屋はね、小部屋みたいになっててね、格別ですね。わあ、素敵なところ。午前中に来ると、お茶はね午後から、お茶にする方が多いので、午前中は穴場かもしれませんね。この後この大ギルト会館の博物館に行きたいと思っています。それまでちょっと休憩。
今ね午前中でカフェでゆっくりしてるんですけれども、もう後ろは大ギルド会館です、ね、半座商人が集まるそういう、建物ですけれども、実はこの半座同盟の半座同商人の商人ですね、中心はエストニア人ではないんですよね。ドイツ系の商人が都市の経済や政治まで握ってたんですよね。でエストニア語を話す人々の多くは農民や職人として暮らしていました。でね、その後の時代のロシア帝国時代になっても一番上はロシアですよ。だけれどもその下に、バルトドイツ人と言われるんですけれども、このバルトに来ちゃったドイツ人ですよね、支配層は実権を握っていたんですね。だからむしろ18世紀とか19世紀のかなり長い期間に地域社会の実権を持ってたんですよね。ロシア時代とソ連時代があったので、ここエストニアの住民の2割ロシア人いらっしゃるんですけれども、ドイツ人は 0.2% しかいないんですよ。さっきのロシア人が 20% だけどドイツ人は 0.2%、 こんだけ長い間ね実権を握ってたのにどうしてドイツ人が亡くなったんだろうと思ったら、1939年から41年でもうねこのバルトドイツ人の大半がエストニアを離れました。それは皆さんも聞いたことあると思うんですけど、独ソ不可侵条約です、ね、その後ヒトラーの政権によってドイツ系住民の再定住をしてドイツの支配地域への移住を呼びかけられて、ここから大規模なもう離脱ですよね。ここからいなくなったわけです。でね、ドイツに帰ったっていう言い方よりも、もう実際には何百年もバルトの地に根付いていた人々だから、何代もね、第二次大戦後から戦中にかけて再定住させられたっていう形だそうですよね。で移住先も現在のドイツ本国じゃなくだけでなく、ナチスドイツが占領したポーランドなどにも移住させられたそうです、ね、複雑ですよね。だから今ドイツ系の住民はいらっしゃらないんですね。寒い地域だから二重窓になってるんだね、これね。こっからね横の建物のこれも見えます。ほんといいお席で気持ちよかったね。景色が散歩を見れて、これは良かった。大ギルド会館、15世紀に建てられたタリン商人の組織大ギルドの会館です。現在は博物館になっています。雰囲気のある階段ですね。そしてこの扉、錠前が中身が見えて、すごい錠前こんな詳しい形になってるんですね。そして表側はすっきりだけど、あんなに中身はこんな風に複雑になって、富を守った倉庫とか蔵でしょうか。この中は入ってみたいと思います。皆様に結論のお知らせです。半座同盟について知りたいならば、こちらの博物館ではなく、前回の動画でお知らせしたエストニア海洋博物館の方がいいです。展示は私が想像していたものと少し違っていまして、中世の商人の一生についてとか、当時使われたコインや交易品などが割と列挙されているだけというふうに感じ取れました。でカーテンなどやイラストの展示はね凝ってるんですけれども、私としてはね交易とか地理とか、そういったもの自体を詳しく知りたかったです。ですのでフトッチョ・マルガレータの建物のエストニア海洋博物館の方がタリンという都市をね理解するにはね非常に有益だったと思います。
ぜひそっちの方に行ってみてください。そろそろお腹が空きましたね。ランチは人気レストランラタスカエブ16です。We got them. Have some house bread. This one is our chef's grandmother's special recipe. シェフの特別レシピのライ麦パンだそうです。とても柔らかいです。スーパーで買ったのに比べてここがシフォンケーキかと思うぐらい柔らかいです。いやもちろんね、香りが立ってますよ。ね、何の香りでこんなに香るんでしょうね。モルトなの。ここがね、日本のほら蒸しケーキみたいにこうもちもちっとしててね、すごくいいです。気泡が荒いですね。美味しそう。ダメだ、バターの美味しさが。バターなしで食べてみたいと思います。今までスーパーや専門店で買ってきたのと比べて塩分がすごく強いです。今まではね、甘さの方が勝ってましたけど、ね、ここのシェフの特別なレシピだって言ってましたので、美味しいね。私ちょっとやっぱりおかわりをお願いしようかな。Fish tails. They come with cold smoked parted fish. ザリガニのむき身と冷製スモークのカカマスです。付け合わせはフレッシュなキュウリとズッキーニ、コールラビー、カッテージチーズとクリスピーなフィロがついているそうです。こんな風に剥かれているのはいいと思う。ありがたいですね。そしてカカマスの燻製というものが入っているらしいです。キュウリが、ザリガニっての身ってエビよりもこう歯ごたえが結構ありますね。美味しいもんだわ。で、カカマスってこのちっちゃいのかな、このさいの目状に切ったこれだと思います。これは白ワイン欲しいかな。スモークだからあのちっちゃなさいの目がじわーっとくる。美味しい。で、この生サーモンの前菜です。マスの卵と赤かぶ、フレッシュサラダ、ハニーマスタードソースです。レモンをかけちゃうので横にちょっと垂らしておきますか。結構たくさん入ってますね。もしかしたらこれだけでもお腹いっぱいになる人もいるかもしれない。いいね。素人では出せないこの黄色いソースがなんだろう、美味しいのね。マスタードに蜂蜜入れてってことですよね。ハニーマスタードね、合うのね、これね。美味しいです。美味しい。Wow, nice. Wow, beautiful. Oh, you too. Beef medium. 牛ヒレ肉のステーキです。ソースはこってりとしたコニャックソースです。シェフのおすすめ、白身魚のソテーです。カリフラワーやラディッシュ、ブロッコリー、ネギが入って、この白いのがニシンの卵なんですって。
ソースの味がこんなに複雑だってことはフレンチ寄りなのでしょうか。完璧に美味しいです。下に何か青菜もこんだけねいろいろ盛り付けてるのにとても繊細です。美味しいです。こちらがね魚のキャビアということなんですよ。ちょっとお魚と一緒に魚の卵が潰れる音がします。クッコクッコクッコ。これは白身魚なのに白い魚の魚卵キャビアで美味しい。いやーすごい一品で、美味しいな。前菜2品、メイン2つと炭酸水で 88.5 ユーロでした。お高かったけれども美味しかったランチを終えて街歩きを続けます。旧市街は徒歩で歩ける広さです。どこ歩いても絵になりますね。リネンのお店を見つけました。エストニアでは古くからリネンの材料となる麻、正確には亜麻が栽培されてきました。このリネンもかつてはタリンからヨーロッパへ運ばれた重要な交易品の一つでした。このお店で品物を見せていただいたんですけれども、日本で扱われている麻製品よりもずっと分厚くて頑丈な感じの麻でした。日本人の感覚としてはちょっとお洋服にするにはガサガサしすぎてるかなという感じもあります。かなりしっかりした色は各色微妙な色が揃っていて、キッチンの理念として揃えるには本当に最高なお店でした。2万円とか。こちらはカタリーナギルドの入り口です。タリン旧市街の職人アーティストの工房が集まる一角です。陶芸、ガラス、革製品、帽子、織物、ジュエリーなどの工房ギャラリーが入っています。素晴らしい織物だね。Poi se riusciamo da partire chiave di quella buona, la costringiamo. 綺麗。こちらはエストニアの手工芸品のカールマン。衣類、ニット、リネン製品、織物、帽子などエストニアの伝統工芸を本格的に扱っているお店です。品揃えが他のお店よりずっといいですね。
こちらの幾何学模様の飾りはユールクローン、藁などで作るエストニア伝統の吊り飾りです。これなんかアジアの雰囲気がするような図柄ですよね。文様ですよね。いやとうとう旧市街を突っ切って反対の方まで出られそうです。あちらに見える2つの塔はビル門です。もともと大規模な防御施設でしたが、19世紀に交通の妨げとなる部分が撤去され、この2塔が残りました。私たちのタリンの旧市街の街歩きもここでおしまい。とても楽しくて美しい街でした。ここまでご視聴ありがとうございました。